いや、これで許して最適です。かわいいよね。うん、すごいかわいいね。そう、これもかわいい。ここがね、だいたい今日は義足について話そうかなと思ってるんですけど、義足と足のサイズって全く同じなのか、それともちょっと長いのか、実際にこう足使って調べてみようかなってメジャーとか使って、あとはまあそれだけだとつまらんから、今自分、結構おしゃれとかも好きなんですけど、靴の紹介をねちょっとできたらなと思ってます。どっちかっていうと靴の紹介の方がメインになるかもしれないから、とりあえず下駄箱にある靴を全部持ってこようかな。ちょっと待っててね。靴をさ全部こっちに持ってきて、俺なんかそんなに量ないんかなと思ってリビングに全部ぶち込んでみたら、今ある俺が持ってる靴がこれです。あれ意外とあるちょっと待て、予想外やな。ちょっと見た？靴の量多ないどうなる？みんなどれぐらい？これ少ないんかな？量が多いからちょっと分けようかなと思ってて、今回はその靴のサイズ、ここの足のこっちの普通の足とこっちの義足の足で同じスニーカーを履けるんか、自分はいつもやってるからあれなんですけど、それを全部試していきたいというのと、あとどういう靴が履けるんかっていうのも教えたいし、あとは自分の趣味普通にスニーカーいっぱいあるから、スニーカーとブーツとかいろいろあるから、これの紹介を今日はしようかな。それじゃあ行ってみますか。とりあえず靴並べていきますね。よし。で、結構揃えてみたんですけど、全部紹介するのあれやから半分、そうね、とりあえず前だけ紹介して、後ろにあるブーツたちは次の動画で、また紹介し直そうかなと思います。それじゃあ見ていきましょうか。靴紹介する前に義足長さ一緒なのかなと思って一回測ってみるどうなんやろう。足そんな綺麗じゃないからね。10センチないぐらいかな。9.12 ぐらいかな。こっちが横幅が10は余裕である。11が 11.8 ぐらい横幅だから、こっちの方が全然広いね。広いというか幅ある。で、足のサイズね、こっちで測るかも。一回横で音合わせて前と後ろですね。26ぐらいかな。26ぐらいかな。はい、次義足側こうするか。どうしよう。
25.5かな。なんかやっぱりね、全体的にね、義足の方がね、足ちっちゃいめっちゃちっちゃい。っていうのも、これ一応理由があって、なんかね、普通の足の方ってもう皮が伸びたり、こう中の脂肪の繊維とかがこうギュッてこう縮こまるから靴にこうフィットできるらしいね。あと足の指とかね、こうやって動かせるから、そういうのもあって足のサイズってこう多少ね違ってても適用できるんやけど、なんか義足ってもう指も曲がらなければ、なんか脂肪とかさ、皮とか繊維とか柔らかい繊維何もないから、ガチガチのさ、なんかカーボンのさバネが入ってて、これゴム製なのかな。そう、ゴムなんやけどの足をつけてるだけやから、カバーをつけてるだけやから、もう伸縮したりなんか縮こまったりなんか伸びたりとかっていうのが負けたりとか絶対できんから、もともとの普通の足のサイズより1サイズ2サイズくらい小さくしてないと同じ靴が履かれへんっていうのがあって、義足側の足は、小さい足のサイズを選ぶようになってます。なんで基本的にはなんか別に2個靴買わなあかんとかではなくて、自分の足のサイズに合わせたスニーカーを履けるようにはなっています。履けなかった靴も何足かはあるけど、基本的には大丈夫っていう感じで、靴紹介するか。よし、じゃあまずは1足目、この1年で一番履いた靴紹介しようかな。これです。よいしょ。これじゃじゃーん、CT70 チャック・テイラーのコンバースの黒で、キム・ジョーンズっていうね、ここにキム・ジョーンズって書いてあるのかな。キム・ジョーンズって書いてないけど、とコラボした限定のスニーカーです。日本でも発売されてたのかな、分かんないけど、これはなんか取り寄せました。結構厚底で身長も盛れるし、めっちゃ可愛いねんな。でここのポイントがね、こうラバーっぽいのがね、こう紐の通すところとかにこうついてて、それがねすごい可愛いです。でめっちゃ履いたね、黒のコンバース初めて買ったかな、この時に。でもう超お気に入りでずーっと履いてます。やっぱこう見て、義足側、こっちは普通の足の方なんやけど、義足側ってさ、やっぱなんかここ黒ずんだりとか、この辺破れたりとか結構しちゃうよね。だからダメージはこっちの方がでかい。なんか鉄が擦れたりとかの色が落ちてこうなったのか分かんない。そう、ボロボロになりやすいよね。なんかそこが残念やけど、俺あんまりね、スニーカーを大切に履きたいっていうよりかは、もうたくさんいろんなの履いて、もう全部ボロボロにして使い込みたい派やからね。だからあんまりこういうボロボロになってても気にならないんやけどね。でそれに付随してこれいくらぐらいだったかな、分かんない。俺が買った時は多分、プレネついて2万3万いってなかったぐらいだと思う。2万5千円ぐらいで買ったんじゃなかったかな。でこっちも同じ、もう気に入りすぎてキム・ジョーンズの白も買いましたね。可愛いよね。これもね、2万ちょいぐらいかな。2万ちょいぐらいで買いましたね。よし、どうせやから靴履こうかなと思ってるんですけど、よいしょ。で見えてる？これ靴下破れてるやん、ほらなんかさ、その足の感覚ないからさ、靴下とかさ破れてても分からへんからさ、こういう撮影とかのタイミングじゃないと気づかないので、このまま履くんですけど、よいしょ。じゃあちょっと履こう。このコンバースの靴は割と履きにくい、義足ユーザーにとっては、もう慣れたからあれですけど、やっぱハイカットの靴はね、なかなかね難しいね、最初慣れるまでは。あと指の爪とか皮剥げたりする、硬すぎて無理やりこう入れようとする、こんな感じで皮にかける。これが黒のキム・ジョーンズのコンバースで、こっちが色違い。ほっどう？可愛くない？イエスっていう感じです。これはもう本当お気に入り。ちょっと重いのが弱点だけど、やっぱね、重いだけあってなんか重厚感あって、結構コンバースの中ですごいお気に入りの部類ですね。はい、次
次はナイキイニシエーターですね。ナイキイニシエーター、これボロボロでしょ。めちゃくちゃ履き潰した。これ3、4千円ぐらいで買えるんよ、ほんまに。で昔ほんとダッドシューズが流行りだしたぐらいの時に、まだ大学生で金もなかったからなんか欲しいけどみたいなで買ったのがこれで、もう今ランニングシューズとかもいろいろ、ジム行く時はこれです。はい、これ一応履いてる。こんな感じで、こうやって履くと意外と可愛かったりするんで、もうねボロボロでもう白っぽくないからね、あんまりあれやけど、でも可愛い。はい、思い入れは特にないけど、捨てるのもったいないからずっと履いてるけど捨てます今日はこれも見納めです。よし、次はこれコンバースの CT70 の、チャック・テイラー、コンバースのチャック・テイラーのなんかフレーム柄のやつ、これもね、これめっちゃ可愛いと思ってネットで見て買ったんですけど、結局ねあんまり履いてない、厳密には。でもやっぱ可愛くてずっと残してる。さっきのコンバースのキム・ジョーンズの靴に比べてめちゃくちゃ軽い。普通のコンバースでこんな軽いんやっていうぐらい軽いっていうか、キム・ジョーンズが重すぎる。はいな、ちょっとこれで許して、こんな感じ。これ可愛いかね。これお気に入りはお気に入りですけど、ちょっと履くとき結構限られてきた最近。あんまり履いてない。続きましてこれはこちら、バンズのね、これなんだっけ、このモデルなんだっけ、これはスケートボードするとき用に買ってた靴ですね。一時期はほんとハマってたんですけど、最近は全然やってない。もうやりすぎてこの辺、スケボー一時期やってた時も鬼のようにやってたからボロボロ、この辺も補修しまくって、で靴のこの辺もさベコベコ、ね、これもうダメだな、また買い直そう。スケボーまたするとき、これはちょっと履かないですけど、スケートボード本当ハマってた時期にずーっとこれ履いてました。次行きましょう。次行こう、どんどん行こう。終わんないよこれマジで。次がじゃーん、これはナイキのこれナイキリアクトやったかな。なんかこれ初めてナイキリアクトっていうシリーズが出た時のモデルかな。そのアンダーカバーっていうブランドとコラボして抽選で販売されてた靴なんですけど、これはねもう普段使いでは履いてないね。どっちかっていうと室内履きのジムの室内履き用で使ってます。そう、これのいいところはなんか靴下がね色がね透けるんよ。そう、それが可愛いっていうのと、めちゃくちゃ軽いから、めちゃくちゃ軽いし、なんか生地も薄いから、どっか持ち運ぶとかジム行くときにこう持っていく靴としてはすごい最適です。で色も可愛いからね、ジムとかのウェアに映える。でも普段では使ってないジム用。続きましてこちらです。アンダーソンベルっていう会社、韓国のブランドとアシックスがコラボで作ったナイキの靴ですね。これもサイズ 27.5 で、なんかこうなんていうんだろう、登山用の靴をモチーフに作られてて、こういうところでなんかこういうのあるやん。あんまようわからんないけど、もう詳しくないから、そういうのをモチーフにして作らせてて、これ結構お気に入りで、去年とか結構履いてたかな。でもちょっとここ壊れちゃった。黄色やからね、最近黒の服多くて合わせにくい。でも可愛いよね。次は結構お気に入りのスニーカーかな。これはじゃじゃーん、エアジョーダン1ですね。これは何モデルなんだろう、ちょっとあんまり把握してないんですけど、あんまりしっかりと把握してないんですけど、なんか分かる人いたら教えてください。後で載せときます。なんかそれかこの淡い青色っていうかね、すごい可愛くて気に入ってるよ。すごい可愛い。あんまりスニーカーの知識ないから、これがどういうものなのかあんま分かってないけど、これはちょっとね義足履きにくい。やっぱ履いたってから、今はもう紐ギリギリにしてるからすぐ履けるけど、
ちょっと履きにくい。でもこれはまたこれはこれで可愛い靴。よし、あとスニーカーは2足かな。スニーカー2足いきますか。このあと2足はね、新しく買ったものです。はい、最近買ったやつで、それをね紹介しようと思います。じゃじゃーん、次はこちらででーん、ニューバランスの9060って書いてある、ね、これマジで可愛くてさ、キスっていう店舗に行った時に一目惚れして買っちゃった。この後ろのさポコポコとかさ、後ろのポコポコ見えてるとか、ここのねかかとのこのなんかジェルっぽいのついてるのね、すごい可愛いっていうか、ラバーみたいなのついてるのと、ここのね横のこのボコボコ感とかもねすごいね、上から見てこのボコボコが出てるのがすごい良くて、ちょっと買っちゃったね。さあこれも履いていくか。よいしょ。こうあってやるときに大体手気がする親指とか切ったりとか。やばくない？めっちゃ可愛くない？可愛くない？可愛い。自分で言うとこね。これがニューバランス。ニューバランスあんま買ったことなかったんやけど、めっちゃ履き心地いい。めちゃくちゃ履き心地よくてびっくりした。これからもね、こいつはもう相棒になりそう、一生履きそうな靴やと思います。デザインもそうだし、履き心地もそうだし、可愛いよね。これはちょっとまあ新しく買ったっていうのもね、今一番お気に入りです。じゃあスニーカーラストいきますか。スニーカーラストはじゃじゃーん、これ初めてなんやけど、オンっていうねブランドのザ・ロジャー、なんかロジャー・フェデラーだっけ、テニス選手の方が2年間かけて作ったスニーカーらしいです。じゃあこれはね、これもキスからなんですけど、まだ開けてないっていうオンのロジャー・フェデラーモデルの、スニーカーになります。デザイン、めっちゃシンプルでよくない？後ろオンとかね。でこれのさ、めっちゃいいところがさ、軽い、めちゃくちゃ軽い。よいしょ、ほいほい。お、かわいい。なんか白の靴って俺はなんかあんまりなくて、結構ガラガラの靴とかさ、黒とか、あ、白の靴結構あったわ。白あったわ。全然ある。痛い。まあいいや。開けた。これもサイズジャストやし、めっちゃ可愛いない？白な靴っていいな。もうテニスできそうね。浅いか考え。そう、これも可愛いね。めちゃくちゃ軽い。めちゃくちゃ軽いぞこれ。すごくいいわ。で後ろがさ、なんかこういう感じになってる。オンって書いてあるからさ、なんかそれもチラ見せで可愛いね。足組んでる時とかこう、そんな見せへんか、こうや、こんなせんもんな、しんど、こんなせんもんな。もう見てくださいと言わんばかりの足の組み方で、普段こうや見えんか前は。そうだからこれも可愛いねっていう感じで、スニーカーはこの辺で全部かな。なら次はお待ちかねのブーツの紹介に行きたいと思います。この1年ブーツ履いてる時間の方が長いね。でみんなやっぱスニーカーとか履きたいから楽やしね。だからこそね、そのみんなが履かないブーツっていうのがね、結構映えというかおしゃれなので、その今のお気に入りたち、そんなたくさんは持ってないんですけど、ブーツの紹介に移りたいと思います。その前に最後に、今日のスニーカーたちをね、ここに並べてあげようというのも嘘です。っていうのは嘘です。なぜかというと、もうめんどくさい。ということで、ブーツの強めにいきましょう。
さてと次はブーツ。ちょっとサムネだけ撮ろうかな。サムネ撮ろう。よっしゃ、ってな感じでスニーカーはこうやっていっぱいあるかな。まあまああるんじゃない。そんなに多くはないけど、おしゃれ好きな人とかやったらもっとね持ってるんだろうけど、俺は全然なくて、まだまだこれからもっと増やせるように頑張ります。いやでももう下駄箱はあんまり入らない、増やしたくはないですけど。さあ、よし、ほい。それじゃあね、おねえみたいな座り方になってる。はい、それじゃあね、次はブーツの紹介に移りますかね。先端がスクエアトゥーのローファーです。シンプル